つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はフライフィッシングの始め方、タックル編と題して解説いたします。タックルとは釣り竿から仕掛けまでの一式のことを指します。フライフィッシングを始めるにあたって最低限必要な道具はこの6点です。フライロッド、フライリール、フライライン、バッキングライン、リーダー、ティペット、フライ、それぞれの道具ごとにサイズを表すためのフライフィッシング独特の表記があります。他にも単位がポンド、フィートとなっていて分かりづらい場合もありますが、慣れてしまえば感覚的につかむことができるようになると思います。それでは各道具について順番に見ていきましょう。本日の目次です。フライロッド、フライリール、フライライン、バッキングライン、リーダーとティペット、フライ。それではこの6つについて解説いたします。フライロッド。フライフィッシング専用にデザインされた釣り竿でフライロッドと呼びます。フライラインという専用の糸を通して軽いフライを投げる他の釣りにはない役割を担っています。フライロッドには必ず番手と呼ばれるものがあります。フライラインの重さは1番から15番までのどれかに指定されています。例えば3番のロッドなら3番のフライラインを使います。この番手はアメリカの団体で決められた重さの標準規格で、数字が大きいほど重くなっていきます。標準規格になりますので、どのブランドのロッドでも8番ならば同じ8番のフライラインを使うことができます。それではどの番手を選べばよいのでしょうか。番手は基本的には使うフライ、毛針の大きさによって決まります。使うフライが大きくなれば、それを飛ばせるだけのパワーも必要になってきますので、それだけ重いライン、数字の大きい番手が必要になってきます。目安として対象魚、フライのサイズ、ロッド番手の対応をまとめるとこのようになります。それぞれ独自の規格があり、フライロッドやフライラインは数字が大きくなるほど重くなりますが、フライのサイズは数字が大きくなるほど小さくなるという特徴があります。表を見てわかるように、実際はそれぞれかなり許容範囲が広いので、例えば渓流なら4番のフライロッドがあればほぼカバーすることができます。まずはどんな魚をどんな場所で釣りたいかを決めるのですが、いきなり自然渓流や湖での釣りは難しいので、はじめは管理釣り場から始めるのがいいかもしれません。続いて長さはどのように選べば良いのでしょうか。フライの世界ではフィート表示が標準となっています。フライロッドで最も一般的なものは7フィート6インチ 218cm から8フィート6インチ 259cm ぐらいの間で入門用としても適しています。ロッドの主な長さの目安は次の通りです。メーカーによって多少の違いはありますが、この長さや番手はフライロッド本体、ブランクスやケースに表記されています。次数というのはロッドが何本、ピースに分かれているかという数を表しています。3ピースであれば3本に分割されており、使用する際はそれらを継いで1本のロッドになります。3ピースや4ピースが主流で、持ち運びにも便利です。シングルハンドとダブルハンドについて解説します。番手が大きくなるにつれて、それだけ重たいラインを扱うため、ロッド自体も硬く重くなっていきます。そこで後番手には両手を使って投げるように作られた長めのダブルハンド、ツーハンドとも呼ばれるロッドもあります。ダブルハンドは主に大きな河川や本流や湖などで使用されますが、始めたばかりの頃はこんなものもあるんだなと覚えておくだけで大丈夫です。フライリール。太くかさばるフライラインを巻き取っておき、必要に応じて引き出すラインの格納庫の役割をするのがフライリールです。スプールと呼ばれるラインを巻いておく部分が回転する仕組みです。スプールは簡単に本体から取り出すことができるようになっており、また引き手に合わせて左右の巻き方向を変更することもできます。多くのリールには
ドラグという機構がついていて、ブレーキの力を任意に調整することが可能です。魚が大きい場合はリールを直接巻いてやり取りしますが、逆に魚が小さい場合はリールに巻き込まず、そのまま手元にフライラインを手繰り、魚を取り込みます。それではリールのサイズはどのようなものがあるのでしょうか。適合する収納できるラインの目安が設定されていますので、使用するフライラインの番手によって決まってきます。おおよそ3番から4番用や8番から10番用というように対応番手に幅があり、ロッドの番手ほど厳密なものではありませんが、ロッドグリップの形状やロッドの長さなどとの相性もあるため、バランスが良いものを選ぶ必要があります。最近はリールの内径を大きくしてフライラインの巻き癖がつきにくいラージアーバーと呼ばれるリールが主流となっています。ラインキャパシティについて解説いたします。ラインキャパシティはどれぐらいの量、長さが収納できるかを表します。これは表記の仕方が製品により異なる場合がありますので、購入するときに手持ちのラインが収納しきれるか確認しましょう。フライラインは同じ番手でも形状や種類によって量が変わってきますので注意してください。ドラグについて解説いたします。魚がかかるとリールが逆転し、ラインが引き出されます。ドラグはその負荷を調節する機構のことで、大きな魚をかけた時の重要な機能です。簡単な構造のラチェット、クリックドラグ式と、性能の高いディスクドラグ式の2種類に分けられます。リールの仕様により異なりますが、サイドにノブなどがついており、ブレーキの強弱を調整することができます。フライライン。フライラインはフライフィッシングを特徴づける重要な道具です。このカラフルで太いラインがロッドから生まれた力を伝え、フライ、毛針を運んでいきます。番手について解説いたします。フライラインにも重さによる規格があり、4番、8番というように数字で表示されています。数が大きくなれば重くなり、パワーが増すことになります。番手はロッドに指定された数字と同じ番手を選べば問題ありません。例えば5番と指定されたロッドであれば5番のフライラインを選びます。フライラインのスペックは外箱に表記されています。フローティングとシンキングについて解説いたします。大きく分けて水面に浮くライン、フローティングラインと沈むライン、シンキングラインがあり、状況や釣り方に合わせて使い分けます。渓流や管理釣り場であれば、はじめはフローティングラインだけあれば大丈夫です。テーパーについて解説いたします。力を伝達するフライラインは、1本の中に重さや太さの異なる部分が混在しています。その異なる部分の中でスムースに力が伝わるように太さが徐々に変化しています。これをテーパーと呼びます。フィールドに合わせて様々な形のものがありますが、大きく分けると以下の4つのタイプになります。ダブルテーパー。両端が先細りになっていて、近い距離に繊細にフライを落とすのに向いています。渓流など幅の狭い川に向いています。傷んできたら前後を逆にして使えるメリットもあります。ウェイトフォワード。ラインの重量が前方のフライ側へ集中していて、ダブルテーパーラインよりも円筒向きです。短い距離ではダブルテーパーと同じですので、渓流で使うことができます。広い川や湖ではこのウェイトフォワードを使用します。シューティングテーパー。円筒用です。ウェイトフォワードラインの前方部のみを凝縮したような形状で、単独では使用せず、後端にシューティングラインを継いで使います。これにより、ウェイトフォワードよりもさらに前方へ重量が集中し、より遠くに飛ばしやすい形状になっています。このシューティングテーパー部分のみを交換できることによって、釣り場でも様々な状況に対応しやすくなるメリットがあります。シューティングライン。先端のフライ側に先ほどのシューティングテーパーを継いで使用します。テーパーは一切ついておらず、太さが均一で細いラインとなっています。別名でランニングラインとも呼ばれます。カラー。色は様々な種類がありますが、最初は見やすさを第一にオレンジなど明るい色を選びましょう。
バッキングライン。フライラインをリールに巻く際、下巻きが必要です。フライラインを直接リールに巻き始めずに、まずバッキングラインをある程度巻いておき、その後フライラインをつなぎます。対象魚が大きい場合は、ラインが引き出されてフライラインだけでは足りなくなるため、その際の予備の糸となります。渓流や管理釣り場用のタックルであれば、最初は20ポンドの強度で100ヤード、90メートル程度の長さのものを用意しておけば大丈夫です。リーダーとティペット。色のついた太いフライラインの先端に道糸やハリスに相当する細い透明な糸をつなぎます。これをリーダーといって、力をうまく伝達し、フライを結びつけられるよう先端側に向けて徐々に細くなったテーパー形状になっています。リーダーのデザインについて解説いたします。フライラインにつなぐ太い部分をバットといい、そこから徐々に細くなっていきます。先端の数十センチはティペットと呼ばれる部分で、テーパーのない細い糸になっており、フライを結びつけることができます。フライを何回か結び直していくうちに短くなっていきますので、別売りのティペットをスプールから必要な長さだけ切り出してリーダーに足していきます。長さ、太さについて解説いたします。リーダーは目的によって長さと太さが設定されています。テーパーリーダーの番手はフライを結ぶ先端側の細くだった部分の太さで決まります。単位は X で、フライラインとは逆に数字が大きくなると細くなっていきます。太さによって使うことのできるフライの大きさが限られます。例えば 7X の細いティペットで6番の大きいフライを使うことはできません。はじめのうちはこのような数字を覚える必要はなく、X 表示がどのくらいの太さなのかを感覚的に覚えておけば大丈夫です。また通常細くなればなるほど魚には見破られにくくなりますが、反面切れやすくなりますので、バランスの良い太さをその時の状況に応じて選んでいきます。長さは6フィートから16フィートぐらいまで様々にありますが、長ければ長いほどフライラインと魚との距離が離れてフライを自然に見せることはできますが、反面ラインが絡みやすくなり、とても扱いづらくなります。例えば、渓流では長さが9フィート、太さは 6X がスタンダードです。ティペットはリーダーの先端の太さと同じか、それより一番手細いものをつなぎます。素材について解説いたします。素材によって硬さや比重が異なります。長さやテーパー形状の違いでも様々な違いがあるため、慣れてくるとどんな釣りをするかに合わせて選んでいきますが、はじめはナイロンがスタンダードです。素材によって次の特徴があり、ナイロンは沈みにくく伸縮性があり、フロロカーボンは沈みやすく伸びにくくなります。フライとはティペットの先端に取り付ける水生昆虫や小魚を模した毛針になります。フライには様々な種類があり、その時の状況によって選ぶのも戦略の一つなのですが、はじめは 2,3 種類程度をサイズ違いで準備しておけば大丈夫です。サイズは表記の数字が大きくなればなるほど小さくなっていきます。日本の渓流や管理釣り場では14番というサイズが標準になります。フライには大きく分けて水面に浮くフライと沈むフライがあります。水面に浮くフライはドライフライと呼ばれ、沈むフライにはニンフ、ウェット、ストリーマーなどさらに様々な種類があります。エルクヘアカディス。ドライフライの代表的なパターンの一つです。水生昆虫の中でもトビケラという種類を模したフライで、非常に汎用性の高いのが特徴です。はじめはまずこのフライを結んでみましょう。サイズは12番、14番、16番を用意しておきましょう。パラシュート。これもドライフライの代表的なパターンです。ポストと呼ばれる目印が立っていて、水面で見やすく、とても使いやすいフライです。サイズは12番、14番、16番を用意しておきましょう。ヘアズイヤー。水面下に沈めるニンフの代表的なパターンです。とてもシンプルで汎用性が高く、ニンフはこれ1本で済ませる人もいるほどです。サイズは14番、
16番を用意しておきましょう。フライは自分で巻くことが楽しみの一つでもあるのですが、はじめは自分で巻かなくても完成品として一つ一つバラで購入することができます。最初はセット売りのものでも大丈夫です。次回はタックル以外の道具編と題してお届けいたします。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。